んにちは、カラムです。今回はですね、最近ポケカ始めたよという初心者の方向けに、ここ最近の環境上デッキを紹介していきたいと思います。ポケカ始めた最初って、基本カードやエネルギーが揃うスターターから始めて、基本ルールを覚えていったらいいと思うんですけれど、その次っていわゆる環境デッキをいくつか触ってみるのが一番手っ取り早く、こういうコンボが強いって覚えやすいと思うので、私はおすすめしています。なので、始めたばかりの方はもちろん、普段ポケカは鑑賞用っていう方も、こういうのがバトルだと強いんだって見てもらえたら嬉しいです。今回の動画は細かいデッキレシピの説明ではなく、全体的に今こういうデッキが強いよっていう趣旨なので、この動画を見て、このデッキ面白そうだなって思ったら、結構同じコンセプトで組んでいるデッキでも、サポートやグッズ、ポケモンの枚数の比率とかって、プレイヤーによって結構違ったりするので、いろいろな方のデッキレシピを参考にしてみるといいと思います。それではまずこちらをご覧ください。これは最近のポケカの大会で勝ち上がっているデッキたちの一覧です。ティア1から3に分類しているのですけれど、これは1に行くほど現環境で強いよみたいな指標みたいな感じです。直近の大会で活躍した上位のデッキたちを参考にさせていただいております。順番にざっくりと主要カードや動き方を説明していきますね。まず、現環境トップのこのデッキ。レシリザー軸と言われているデッキですね。現在チャンピオンズリーグで2連覇を果たしています。レシラム&リザードン GX。炎タイプのボルキニオン、サポートカードの移動接口と火器、このあたりが主要カードです。レシラム&リザードン GX がメインアタッカーで、強力な230点を出せるフレアストライクと、最大で300点を出せるダブルブレイズ GX を駆使して相手を圧倒します。でも、技を使うためのエネルギーが多くて、簡単には出せません。そこで、山札からエネルギーをつけられるサポートカードの火器や、炎エネルギーを2枚つけて3枚ドローする溶接口。サブアタッカーにもなり、高校1ターン目なら3枚もエネルギー加速することができるボルキニオンを使って戦っていきます。流れとしては、ジラーチの願い星やブルーの探索といったカードで、火器や溶接口のサポートカードをサーチしてきて、エネルギーをつけて、レシラム&リザードンで相手をやっつくせという感じです。主人公感あふれるパワフルなデッキですね。思い出補正も含めてリザードンが好きという子が私の周りにもいるんですけれど、そういう子にもおすすめできる現環境つよつよデッキです。次はこのデッキ。出ました、おなじみルガゾロデッキ。昔から強い古参デッキですね。このデッキの特徴は、メインのルガルガンやゾロアークを支える周りのポケモンたちをその環境で変えてカスタムしていく、常にメタを張っていくぜというイメージのデッキです。最近はゾラーク GX、ルガルガン GX、ペルシアン GX が主要カードで、サンムーンレギュレーション初期から活躍しているルガゾロデッキにこのペルシアン GX が加入して戦いの幅が広がったイメージです。戦い方はゾラーク GX の特性取引を使用し、山札からカードを引きながら、ルガラガン GX の特性ブラッディアイで相手のベンチのポケモンをバトル場に呼び出し、効果的に相手のポケモンにダメージを与えていきます。中盤以降は GX ポケモンが気絶させられた時、山札から好きなカードを2枚持ってこれるペルシャン GX の特性キャットワークを使用し、ゲームメイクを確実なものにしていきます。終盤は相手のベンチのポケモンの数 ×50 ダメージを与えられるルガルガン GX の GX 技デスローグ GX やトリプル加速エネルギー1枚で最大190ダメージの出るペルシャン GX の復習でサイラを取り切っていきましょう。ルガルガンやペルシアンだけでなくエネルギー破壊をしつつデッキを掘り進め相手を倒すゾロアークコントロールやプテラ GX などを入れた化石型のゾロアークも最近は多数登場していますね。続いてはこれ。スペシャルネクロズマデッキ。主要カードはネクロズマ、ジラーチ、カラマネロです。ここでもカラマネロくんの登場ですね。このデッキは JCS 準優勝デッキです。
カラマネロのサイコリチャージでエネルギーをネクロズマに供給しつつ、リサイクルエネルギーをつけ、160点を相手に打ち続けていく動きをします。ギラティナの破れた扉の10点と、ネクロズマの160点で170点取ってのカップテテフ GX を倒したりなど、ダメージカウンターをばらまきながら調整してサイドを取っていきます。このデッキは GX のポケモンが主力でない、いわゆる非 GX デッキのため、技の威力は GX のデッキに比べるとどうしても低いですけれど、気絶させられた際もリスクが低く、カラマネロさえ言えば、すぐにエネルギーを供給できるため、ローリスクハイリターンで相手に圧力をかけていきます。次はこのデッキ。炎ミュウミュウタッグ軸。これはミラクルツインから出たミュウツー&ミュウ GX が入っている新しめのデッキですね。使用カードはミュウツー&ミュウ GX、リザードン GX、レシラマン&リザードン GX。やはり炎が強いですね。ミュウツー&ミュウ GX の特性パーフェクションはトラッシュにある GX ポケモンの技を自由自在に使うことができます。さすが近電タク、見るからに強い特性ですね。拡張パック戦う虹を見たか収録のリザードン GX のグレンの嵐300点や、ファミリーパック収録のリザードン GX、フレアドライブ GX300 点といった強力な技を進化する必要のない種ポケモンのミュウツー&ミュウ GX が使うことができるのは非常に強力です。ミュウミュウ GX は炎以外でも色々なカードと組めるポテンシャルがあって面白そうですね。次はこのデッキ。ギラガブ軸のデッキです。使用カードはガブリアさんのギラティナ GX、ジラーチ、カラマネロ、ギラティナ、トキワの森あたりです。ギラティナ&ガブリアス GX のカラミティエッジは相手のポケモンがダメージを受けていると240点のダメージを与えることができます。スタジアムカードのトキワの森。このカードは1枚手札をトラッシュして山札から好きなエネルギーを持ってこれるので、トキワの森を使ってエネルギーを回収しつつ、エネルギーをトラッシュに送ります。そして、トラッシュにあるエネルギーをカラマネロの特性サイコリチャージを使って、ベンチにいるポケモンにエネルギーをつけます。ジラーチの特性願い星を使って山札からサポートを回収し、自身の直撃弾やギラティナの特性破れた扉を用いて相手のポケモンにダメージカウンターを乗せ、カラミティエッジで投げ倒しましょう。次はこちらですね。マニューラーゴヨンアクタック。使用カードがブラッキー&ダークライ GX、メガヤミラミ&バンギラス GX、マニューラ GX、アーゴヨンです。アーゴヨンの特性チャージアップでトラッシュからアクエネルギーを集めて、マニューラの GX の特性シャドウコネクションでブラッキー&ダークライ GX やメガヤミラミ&バンギラス GX に送り相手を倒していきます。ブラッキー&ダークライ GX はバトル場のポケモンに150点と相手のベンチの GX ポケモンに60点を置くことができ、メガヤミラミ&バンギラス GX は210点を与えながら相手の GX ポケモンを気絶させるとサイドを追加で1枚取ることができます。2つのタッグチーム GX をマニューラーアーゴヨンでサポートしつつサイドを刈り取るデッキですね。続いてはこちら。ジラーチサンダー UB デッキ。こちらも GX ポケモンはいますが、基本的に非 GX がメインのデッキですね。使用カードは、ジラーチ、サンダー、カプコケコ GX、マッシュブーン、ウツライドなどです。ジラーチの願い星でサポートをサーチしつつ、デメリットである眠りを無効化するために、ベンチに逃げるためのエネルギーをゼロにするエスケープボートを使ってベンチに逃げ、そのまま入れ替わりでバトル場に出たターンなら80ダメージが出せるサンダーのアサルトサンダーで効果的にダメージを与えます。さらに相手のサイドの枚数で強力な技になるマッシュブーンやウツロイドを駆使し、最終的には相手の場のエネルギーの枚数×50ダメージを与えることができるカプコケコ GX のカプサンダー GX で相手をチェックメイトです。次はこれ。ピカチュウ&ゼクラム GX。初めて出たタッグチーム GX のカードの一つだったので、一時期デッキを考えるときにピカゼクが倒せるかどうかがデッキのボーダーラインとか言われたりもしてましたね。使用カードはピカチュウ&ゼクラム GX、カプコケコプリズムスター、サンダーマウンテンプリズムスターなどです。ピ
カチュウ&ゼクロム GX は150点与えながら、山札から好きなポケモンに3つ雷エネルギーをつけることができるフルドライブがとても強力です。さらに、バトル場のポケモンに200点与えながら、6つのエネルギーをつけることで、ベンチの相手にも170点与えることができるタックボルト GX で一気にサイドを取ることもできます。この技のせいでカプテテフ GX などの HP が低めの GX ポケモンをベンチに置くのがちょっと怖くなりましたね。スピードがあるデッキなのでカプコケコプリズムスターやサンダーマウンテンプリズムスター、エネルギー付け替えなどを駆使し、とにかく素早くフルドライブを打ち、タックボルト GX でサイドを一気に取りに行きましょう。次はこちら。フーパブラッキー。使用カードは、フーパブラッキーブラックマーケットプリズムスターですね。このデッキは京都で元チャンピオンが使用してから一気に復旧しましたね。このフーパのバンデットガードっていう特性は、GX ポケモンからダメージを受けないという強力なもので、倒されたらブラッキーの敵討ちで120点を与え続ける。120点はこだわり鉢巻きをつけることによって120点プラス150点で270点というデシリザ GX をはじめとするタッグチーム GX の270点を落とせるちょうどいい火力を持っています。ブラックマーケットプリズムスターという赤エネルギーがついている悪ポケモンを気絶させられた時に取られるサイドの枚数を1枚減らすというスタジアムを活用しながらサイドを取られず相手を封じ、こちらはローリスクで相手を倒し続けていくデッキですね。次がこちら。サナニーフのデッキです。使用カードはサーナイト&ニーフィア GX、満タンの薬やアセロラなどの回復系カードですね。サーナイト&ニーフィアは、序盤は妖精の音を使用し、山札にあるフェアリーエネルギーを2枚加速することができ、3個エネをつければ、カレイドストームで150点を入れながら、ついているエネルギーを場のポケモンに好きなように付け替えることができます。これを利用して、満タンの薬やアセロラを駆使して、耐久戦を仕掛けていきましょう。6つエネルギーがついて、ミラクルマジカル GX を使用すると、200点与えながら、相手の手札をすべて山札に戻すことができるので、打つことができたら、とても強力ですね。次がこちら。水バレットのデッキです。バレットというのは、1枚ずつデッキに様々なカードを入れているデッキタイプのことです。使用カードは、フリーザー、ヌオーなどですが、いろいろなカードが入っているのが特徴ですね。フリーザーの特性、ブリザードベールは、バトル場にいるなら、ベンチのポケモンを相手のグズマなどのサポートカードから守ることができるので、ベンチのポケモンを安全に温めることができます。技のコールドサイクロンは、使用後ベンチのポケモンにエネルギーを付け替えることができるので、倒されてもエネルギーがトラッシュに行くことはありません。一緒に組んでいるヌオーは、特性押し流してベンチの水エネルギーをバトル場のポケモンに付け替えることができます。なので毎ターンつけて戻してっていうこともできますね。また、パルキア GX やラプラス GX、ボルケニオンプリズムスターなどで状況に応じて戦っていきましょう。特殊エネルギーを採用するなら、草、炎、水のユニットエネルギーやレインボーエネルギーも押し流すことができるので、ファイヤー&フリーザー&サンダー GX に付け替えて攻撃することなどもできます。次のデッキは、超変わり種デッキですね。ハンドデッキ。使用カードはアンノーンです。アンノーンのカードって3種類あって、どれもすごい特殊な特性を持っているんですけれど、今回はこのハンドのアンノーンです。このアンノーンは手札が35枚になった状態でバトル場に出ると問答無用で勝利できるというすごく面白い特性を持っています。ルカリオ&メルメタル GX や GX ポケモンからのダメージを完封できるバンデットカードのフーパーを用いながら相手の行動を封じながらエネルギーを破壊し相手を無効化しながら手札を揃えていくタイプや他だとエンニュートの特性炙り出すを使って手札をたくさん増やしていくデッキなどもあります。次はこちら。パンプジンボムデッキ。使用カードはパンプジンや U ターンボードです。破壊されても手元に戻ってくるという特徴がある U ターンボードを利用し、自分の場についているポケモンの道具をトラッシュし、その枚数分 10+40×α でダメージを与えるパンプジンのパンプジンボムを使います。安定した火力で相手に圧力をかけていく結構シンプルなデッキですね。次はこちら。カウンターデッキ。使用カードはカプコケコとカプテテフですね。
カップコケコの回転飛行で相手の場に20点をばらまきながら、最後の締めにカプテテフのマジカルスワップでばらまいたダメージを集中させて相手を倒します。また、居残りガスの特性のマタドガスにより、さらにダメージを重ねていきます。最後はこちら、ウルトラネクラズマデッキです。使用カードは、ウルトラネクラズマ、ジラーチ、カラマネロ、ギラティナ、マーシャドウ GX なのです。またまた出てきましたね、カラマネロ。こちらは、ジラーチカラマネロとともに、青天井火力を狙っていく、言わずと知れた古参協力デッキです。ウルトラネクラズマ GX のフォトンゲイザーは、ついている超エネルギーを1枚トラッシュすることで、80点を追加することができ、トラッシュからエネルギーを持ってくることのできるカラマネロのサイコリチャージとの相性は抜群です。当タイプに弱点が取れる相手には、トラッシュにある種ポケモンの技を使うことができるマーシャドウ GX を使って相手の弱点をついて戦っていきます。と、たくさん紹介していきましたが、今回はここまでです。好みのデッキはありましたかね？今回紹介したデッキは、どれも強いデッキなので、ジムバトルや大会のお供にぜひとも。ちなみに、私はフェネルちゃんもジムバトルでは、いわゆるちょっと強い環境デッキみたいなの持っていくことが多いんですけれど、友達同士でワイワイポケカで遊ぶぞーって時とかは、ただまあ、カメックスのデッキ使ったり、フェネルちゃんは、ルガルガンの他だとバックフーンが推しなので、水玉探しマリルとバックフーンのデッキを使ったりと、みんな好きなポケモンで遊ぶことが多いので、自分が使いたいポケモンでバトルするのもとっても楽しいですよ。最後までご視聴ありがとうございました。楽しんでもらえてたら、チャンネル登録とグッドボタン、どうぞよろしくお願いします。ではでは。